皆さん、北川先生がノーベル化学賞を取りました。2025年だけで日本人受賞者が2人目です。でも正直こう思いませんか？一体何がそんなにすごいのって。だって金属イオンと有機物の結合、多構成配位高分子なんて言われても理解が難しいですよね。でも実はそんなに難しい話じゃないんです。動画を見ればあなたもきっとすごい面白いとなるはずです。10分だけください。小学生でもわかるように研究3つを紹介します。それでは行きましょう。超微小平野の建築家、北川進先生の物語です。まず一つ目の研究は超微小平野の建築法を提唱したことです。一番小さい世界を想像してみましょう。目に見えないほど小さな場所に金属の点がたった一つあります。それが隣の点とつながり、さらに上下、左右と無限につながると金塊のような固体ができます。昔の科学者たちはこう信じていました。固体とはぎっしり詰まっているものだと。中には何もなく動く余地もない。中が空いている余地もない。そう考えられていたのです。しかし日本の科学者北川進先生はこう考えました。もし分子の世界における建築ができるならば、つまり極微小レベルで中が空いている部屋を設計するという発想です。それまでにも偶然できた隙間のある物質自体はありました。でもそれはあくまでの自然任せの構造で、人の手で中に空いてるような構造を設計して作ることはできなかったのです。北川先生はここに挑みました。硬い金属、鉄骨のような骨格に柔らかい有機分子、ゴムのようなものを意図的に設計して組み合わせる。まるで金属と柔らかいものでつながっているので、この金属と金属の間が少し動けるようになるんですね。これが上下、左右とかで無限につながると少しずつつながり、柔らかくなり、空間ができるんですよ。結果、ナノレベルの超目に見えないのような世界で超極小の部屋が生まれ、それらが規則的に無限の建築群としてつながっていたのです。この時人類は固体の中に自由に設計された空間を持たせることに成功しました。そして驚くべきことが起こります。ある日、そんな結晶にガスを吹き替えると、こんな小さい部屋たちの中にガスが一つずつ無数に入っていたんですね。中の部屋にガスを受け入れてくれる。ガスを抜くと小さい部屋たちからガスが抜いていく。まるで固体が呼吸しているようでした。北川先生は確信しました。これは新しい建築様式だ。ガスが出入りできる分子の家、分子の部屋がこの極微小の世界でできたんだと。こうして誕生したのが金属有機構造体です。金属があって、そこで有機柔らかいものがあって、これは構造になっているよっていう話ですね。そして2つ目の研究、超極小ベアの柔らかさを発見したということです。北川先生は超極小ベアで世界を驚かせた後も決して立ち止まりませんでした。次に部屋そのものが生きて動く世界を発見しました。ある日、彼の研究室で奇妙なことが起きました。ある種類のガスを入れると目に見えないほどの部屋がまるで息をするように膨らんだり縮んだりしたんですね。極微小な部屋がですよ。大きなお客さんが来れば玄関を広げてちょっと大きくなる。小さなお客さんなら隙間をそっと閉めてもっとちっちゃくなる。そして誰もいなくなると元のような大きさに戻る。この奇跡のような動きを人々は柔軟な多構成の結晶と呼びました。それは硬い石のようでいて、気分に合わせて形を変えるしなやかな部屋だったのです。それまでの最高台、例えばゼオライトと言われる材料は穴の大きさも形も固定されたままでした。つまり固体の中で部屋はあるんだけど、この大きさだったりとかつながりだったりとかはもう絶対に動かないレベルのものだったんですね。どんな分子が来ても、どんなお客さんが来ても構造はビクッともしません。しかし北川先生の作り出した材料は違いました。鉄骨のように強い金属イオンの柱にゴムのようにしなやかな有機分子のものを組み合わせた結果、部屋全体が関節を持つように動く構造となっていたのです。そのため分子が近づくと、お客さんが近づくと、ようこそ自分の部屋が迎え入れられるように動いていく。分子が去るとまたねというように静かに元に戻っていく。科学者たちは息を飲みました。個体が超極小な部屋があって、この部屋を作れる上に形が変化していると、まるで鍵穴で穴が鍵に合わせて自分の携帯を動かしていくようなイメージだったんですね。これまでの常識を完全にひっくり返す発見でした。
3つ目の研究を説明します。二酸化炭素で息する極微小の部屋の開発です。次に彼が挑んだのは地球そのものを助ける科学でした。今、地球は静かに熱を帯びています。工場や自動車から出る二酸化炭素が大気にはまり、まるで熱い毛布のように地球を包み込み、温暖化を引き起こしているのです。この厄介な二酸化炭素を空気の中なら選んで取り除くということは、世界中の科学者にとって昔から持っていた夢でした。しかし、二酸化炭素は酸素と窒素と大きさも性質もよく似ており、選び分けるというのは極めて難しかったのです。そこで北川先生の研究が登場します。彼が開発した極微小ヘアは、一つ一つの部屋がわずか1ナノメートルほど、その壁には二酸化炭素だけを通す分子サイズのドアがついていたんです。この極微小の部屋に空気を通すと、二酸化炭素だけがドアをくぐり抜けて部屋の中に閉じこもる。他の機体は全て部屋を入れずに跳ね返されます。やがてその極微小の部屋は二酸化炭素で満たされ、限界に達すると静かに扉を閉じる。そして熱を与えると、また二酸化炭素を吐き出して再び使える。まるで固体でできた人工の肺のように呼吸を繰り返すのです。この仕組みを工場の排ガスフィルターに使えば、例えば排出されるガスの中から二酸化炭素だけを選んで回収することができます。実際にある極微小ヘアは 1g で二酸化炭素 100g 以上を吸着できるほどの性能を持っているとも言われています。地球温暖化の見えない敵であった二酸化炭素を捕まえる武器として期待されています。彼のチームは捕まえた二酸化炭素を化学反応に利用し、燃料とかプラスチック原料を作れるんじゃないかみたいな研究も構想したり進めたりしています。つまり彼の研究は3つに予約できます。1つ目、極微小ヘアを建築法を開発しました。このナノ世界、目にも見えない超ちっちゃい世界で金属という硬いものと有機という柔らかいものをつながって、ここにゆとりを持たせ、この間にめちゃくちゃちっちゃい超極小部屋を作ったっていうのが一つの研究でした。二つ目の研究、この超極小部屋っていうのが柔らかいことを発見しました。ある時はこの形が大きくなったり、ある時は形が小さくなったり、この動きができるっていうことを発見したんですね。というのも、そもそも硬いものと柔らかいものをつながって空間を作っているわけですから、これが伸びたり縮んだりすることもできるんですね。3つ目、超極小微小部屋に二酸化炭素を閉じ込める開発をしました。この極小部屋ではですね、お客さんを選んで入れたり出したりすることができる。だから二酸化炭素という地球温暖化に深刻な影響を及ぼすような、選択的に取り入れるような研究の基礎を作っています。で、最後に一番大事な話をします。北川進先生の研究の根底に流れていたもの、それは無用の用という哲学でした。子供の頃、北川先生はノーベル賞物理学者の湯川秀樹先生の書籍を読み、そこに引用された創始の言葉に強く心を打たれたと言われています。役に立たぬ木こそ長く生きる。すぐに使えないもの、形にならないもの、意味が見えないもの。けれど、それらの中にこそ本当の価値の種が眠っている。北川先生はそう信じ続けたのです。彼が最初に作った物質は不安定だとか役に立たないと言われ、研究費も断られました。それでも彼は言いました。すぐに使えなくてもいい。これは分子を建築するという新しい考え方の始まりだと。そしてついに世界初の極微小の部屋を完成させます。大きく見ればただの個体だけど、この中を見ていると小さい部屋が並んでいて、その中で二酸化炭素を吸うこともできる。地球を守る力が眠っていたんですね。そして僕たちもまた同じです。誰かに意味がないと笑われた夢、そんなの無理だと言われた努力。でもそれらはまだ未来が近づいていない宝物なのかもしれません。だから僕たちも証明しましょう。無用に見えるものがどれほど有用になれるかを小さな一歩でも信じて続けましょう。北川先生、本当におめでとうございます。そして人類のために研究を続けてくださってありがとうございます。本日の話は以上です。もしよろしければチャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。はい、以上パックンでした。アンニョン。